塩を使って剥いていくと。表面が乾く程度に干す。火を入れすぎないことがポイントですので、本ミル貝ということで、春はね、ミル貝だとか、貝類全般がね、旬を迎える季節ですんで、今日はこちらのミル貝を使っておつまみを作ろうかなと思います。白ミル貝と本ミル貝のさばき方についてね、過去の動画にまとめてますんで、今日はミル貝を使ってちょっとね、珍味を作ろうかなと思います。ミル貝はね、こことここに貝柱がありますので、殻付きの状態だと、この位置とこの位置、左右非対称な位置に貝柱がついているので、この2つの貝柱を貝むきでね、外していきます。本ミル貝の場合はね、注意点としましては、この部分ね、この水管の根っこの部分、この部分も貝殻にね、くっついていますんで、貝むきでこそげ取るようにしながら剥いていくと。こんな感じで、このね、水管の終わりのこの位置が貝殻にくっついていますので、この部分をしっかりと外すように貝むきを使うと、いうのがポイントですかね。ミル貝を貝殻から外しましたら、水管と紐とこの身の部分を外すときは手で簡単に外せますので、水管と紐とあと貝柱ね、だから、この4つの位置に分けると、大きな貝柱と身と、水管と、あとこの紐の部分と。そうで、紐の部分はね、これ水管としっかりくっついてますんで、包丁で外すようにしてください。貝柱ってね、貝には2つついてるんですけど、こっちのね、ちっちゃい方の貝柱は紐とくっついているので、これはね、このまま使っていきます。それぞれ掃除をしていくんですが、まずね、貝柱はそのままで大丈夫でして、紐の掃除は簡単でして、この紐の表面にね、こういった糸状の膜のようなものがくっついていますので、これを手で外します。じゃあこっちのね、身の方を掃除していきます。身にはね、これね、このうねうねっとした貝のエラがついてますので、まずはこのエラを包丁で外していきます。エラを外すと、こんな感じでね、勾玉のような身の部分が出てきますので、この身の部分を開いていきます。開く際はね、この R に沿って内巻きになっている部分を残すようなイメージで開いていきます。背中から包丁を入れて、この内巻きになっている部分のギリギリまで包丁を入れるだけと。そうすると、このね、身の内側は綿が詰まっていますので、この綿を包丁でこそげ取ると。お刺身で食べる場合なんかは軽くね、湯に通してぬめりを取ったりもするんですが、今回はね、珍味っぽくね、塩をして干して食べようと思いますので、特にね、湯に通したりはせずにそのまま調理していくと。この綿を包丁でこそげ落としましたら、こちらは軽く水で洗っておくと。下処理ができましたら、最後にこの水管の部分を掃除していきます。水管の部分は熱湯に落としてこの殻を剥いていく場合が多いんですが、今回はこれね、刺身だとか寿司ではなく、ちょっとね、焼いて食べようと思いますので、湯に落とすようなことはせずにこの殻を剥いていきます。湯に通さずにそのままね、剥くのはね、ちょっと剥きづらいので、火を入れずに剥くにはこの塩を使って剥いていくと。非常にシンプルでして、このね、殻の部分に塩をして3分ほどね、放置しておくと。塩気に反応してミル貝がギュッと縮むんですよね。そうなると、このね、縮んでこの殻が外れやすくなるので、こうすることで
湯に通さずともミル貝の殻を剥くことができると。口の部分の殻は塩をしなくても手で簡単に割れますので、先にね剥いてから塩をして、3分ほど置いてから、この殻を手で剥いていくと。3分ほど経ちましたら、この塩を軽く洗い流して殻を剥いていきます。塩をしたらもう手でひたすら殻を剥いていくだけ。お湯をしても簡単に剥けるんですけれど、その後にね焼きで火を通すので、なるべくね熱を加える時間は短くしたいので、今回は塩をして殻を剥いてみました。剥くときは、爪で剥く感じではあるんですけれど、爪を立てるとね貝の身に傷がついてしまうので、なるべくね爪を立てずに、指のね先を使って剥くような感じで、爪を立てるにしてもこっちの身には傷をつけないよう、この殻だけを狙ってね剥いていくと。湯をせずに塩をして剥く場合は、ミル貝のね鮮度が良くないと塩をしても身が締まらないので、火を入れずに剥く際は必ずね鮮度のいいミル貝を使用してください。大方ね剥けましたら、軽く水で洗い流して少し残った殻を骨抜きなんか使ってね取り除くようにしてください。この今さばいている本ミル貝と、あとね白くてもうちょっと細長い白ミル貝っていうね、2種類が流通するんですけれど、どちらも同じミル貝ではあるんですが、実は別種でして、でね、白ミル貝もね結構いい値段で取引されはするんですが、白ミル貝よりもやっぱりね黒っぽい本ミル貝の方が高級な貝っていうイメージですかね。貝のね女王様なんて言われるぐらいなので、本ミル貝はねやっぱり値段相応の程よい甘さがあって美味しい貝ではありますがね。で白ミル貝の方もね結構食感が強くて、甘みもあって美味しいんですけれど、寿司屋さんなんかはこっちの本ミルを使う場合が圧倒的に多いですかね。外側の殻をねきれいに剥きましたら、包丁を入れて貝を開いていきます。こういった形で横から入れて、こちら側スレスレまで包丁を入れて、貝をね切り離さないようにする。この貝の付け根にこういったね膜みたいなものがついていますので、これがね磯臭いので、最後この膜を外して、で水管のね中をきれいに水洗いしたら、身の方の仕込みが完成です。水管、身、紐、貝柱と、分けることができたんですが、お刺身にする場合はねこれもうそのまま食べてもいいんですが、今回は、ちょっとね珍味っぽいものを作りたいなと思っていますので、こちらのね水管の部分は味噌漬け、紐と身の部分は、塩と酒で洗って干物にして、それぞれ焼いて食べると。この身と紐を干物にしていくんですが、もうこれはね非常に方法は簡単でして、ボウルか何かに塩を入れまして、そこに酒を注ぎまして、塩をよく溶かしましたら、そこにこれね身と紐をつけて5分ほど経ちましたら、お酒からあげて干すと。干し方はねどう干しても良いんですが、こんな感じでね金串か何かにこうね貝を通して、あとはね風通しの良い場所で6時間から7時間程度、この貝がね表面が乾く程度に干すと。こんな感じで干していると、この下からねボタボタ酒だとか貝から出た水分が落ちてくるので、こうやってね下にボウルなどを置いて干すようにすると、キッチン周りが汚れないかなと思いますので、こんな感じで干してください。スイカの部分、この部分は味噌漬けにしていくんですが、まずはこれねペーパーでミル貝を包みます。でペーパーがね大きい場合はこの余分な部分は切り取っておいて、なるべくねペーパーがかさばらないようにしておきます。
続いて味噌を用意していくんですが、味噌はね、これ好みで良いんですが、僕の場合は赤味噌とこの白味噌、西京味噌ですね。ちょっと甘みのある西京味噌と、コクのある赤味噌と合わせて、これをね、味噌床として使おうかと思います。味噌だけだと味噌が重すぎてね、全然味が入りませんので、味噌をこれはね、お酒で伸ばして緩めの味噌床を作ってから貝を漬け込んでいきますと。適当なサイズのね、容器を用意しまして、下に味噌を敷いて、先ほどの貝を味噌の上に置きまして、さらに上から味噌をかけて、このまま一晩置くと。身とね、貝柱と紐と干し終わりますと、こんな感じでね、表面がカサカサっとして一回り小さくなってね、乾燥してきますので、あとは炙って食べるだけと。でこれね、すぐに食べない場合はラップして冷蔵庫に入れておけば、1日2日はね、日持ちすると思いますので、食べたい時に炙って召し上がりください。味噌漬けなんですが、味噌漬けもね、24時間経ちますと、しっかりと味噌の味が貝に染みているかと思いますので、この状態になったら、あとは炙って食べるだけ。ちょっとペーパーの内側に味噌が入り込んで味噌がついてしまったら、軽く酒で洗い流してもいいですし、ペーパーなんかで拭き取ってもいいですし、味噌をね、しっかり落としてからお召し上がりください。白菜は炭火で焼くのが一番いいですけど、ガスでも焼けますし、オーブンでも焼けますし、火を入れすぎないことがポイントですので、鮮度のいいね、生きたミル貝を使用すれば、表面にね、さっと火を入れて、余熱で中まで火が入るような具合でも十分食べられますので、その辺は火加減調整してお召し上がりください。炭火ね、用意するのはなかなか手間なんでね、僕はね、家で食べるときなんかは、こういったね、魚焼き用の網っていうのかな、を用意して、白い部分が熱を吸って、じっくりじっくり火が入るので、こういったものをね、使用して、ガスの火でね、焼き物することが多いですかね。よかったら買ってみてください。はい、ということで、こちらね、程よく焼き色がつきましたら、貝のおつまみの出来上がりですので、贅沢な食べ方ではありますが、たまにはね、こういった珍味を作って日本酒を飲んだりなんかも美味しいかと思いますので、機会がありましたらぜひぜひお試しくださいませと、以上です。